今、緊急で動画を回しています。あ、この入り、聞き覚えがあります。緊急の2回目だ。はい、どうも、海外テックのこれまじミントです。リナです。実際に手元で動かして確かめる番組です。緊急の中身はこちら、クエン 3.8、27B という大きなモデルの本体ファイルが同じ名前のまま 364MB 小さいものに更新されていました。名前が同じで 364MB も小さい。中を見てみたくなりますね。配っているのはアンスロースというチームです。フリーで使える LLM を軽くしたり、ファインチューニングの環境を整えたりで洒落ているところですね。量子化のモデルを落とすとき、よく名前を見ます。そのアンスロースがハギングフェイスに置いているファイルを、名前はそのままで 17.92GB から 17.56GB に差し替えていました。 364MB、率にして 2% の減量です。日本時間で8月19日の夜21時42分から22時20分にかけてでした。中身は何が変わったんですか？量子化のやり方を変えたものに入れ替わっています。量子化はモデルが学習で覚えた大量の数値、いわゆる重みを短いビット数に縮めて持つ技術です。アンスロースはその配り方の流儀をダイナミック、略してユーリーと呼んでいて、今回それがバージョン3に上がりました。前のファイルはもう手に入らないんですか？9番も残っています。リビジョンという履歴の番号を指定すれば今も落とせるので、同じパソコンに新旧を並べて確かめられました。それならじっくり比べられますね。このファイル4ビット量子化として配られてますよね。重みを4ビットまで縮めるって感覚的には減らしすぎな気もするんですけど、大丈夫なものなんですか？その4ビットという名札の中身を今日はファイルから直接数えてみました。審判で一番多いのは 5.50 ビットの型で全体の 42.2%、 次が 4.25 ビットの 21.5%、 4.50 ビットの 19.9%、 そして 6.56 ビットも 12.8% あります。主役は5ビット台なんですか？4ビットって書いてあるのに。平均すると重み1個あたり 5.138 ビットです。元の16ビット形式 BF16 と比べてアスクは 3.1 倍、4分の1よりだいぶ手前で止めてあります。心配して損しました。5ビット台が主役なら納得です。4ビットワド台にしたレシピの名前で、そこから聞く場所を選んで高い精度を足していく、この足し方の設計こそがアンスロースのダイナミックの中身です。名札は控えめで中身は豪華、逆さば読みだ。そのダイナミックが V3 で何を変えたか、計算を65段重ねたその層ごとの平均ビット数を並べると一目でわかります。まずこちらが V に20にある役割ごとに型を決めて、その同じレシピを全部の層に当てていたので、どの層もほぼ 5.21 ビット、真っ平らです。見事に横一線、壁ですね、これは。そして V3 がこちら、10の役割で層ごとに型を変えるようになりました。うわ、壁が崩れて山脈になった。低いところと高いところで全然違う。一番低い層は 3.95 ビット、一番高い層は 6.61 ビットまで触れています。役割ごとに決めていた配り方を層ごとにも変えるようにしたダイナミック 3.0 で何が変わったのか、一番短い答えがこの形です。精度の顔ぶれを全体を 100% とする帯でも見てみます。V2 から V3 で重み1個あたりの平均は 5.25 ビットから 5.14 ビットへ、全体としては少し薄くなりました。薄くなったのに、さっきの山脈には6ビット台の高い峰もありましたよね。そこがこの更新の性格です。浅い層からビットを削って深い層に回す。全体を軽くしながら濃くする場所はしっかり濃くしています。削るところは削って引くところに回してるんですね。ところで中身のビット数ってどうやって数えたんですか？17GB のファイルを2つ落として解剖したんでしょうか？今日一番お得な豆知識がそこです。この GGUF という形式はファイルの先頭に目次を持っています。中に入っている重みの塊をテンソルと呼ぶんですが、866本あるテンソル全部の名前と型が目次に書いてあるんです。じゃあ目次だけ読めばいい？その通りです。先頭の 12MB だけで866本分の型が読めました。新旧それぞれの目次を取ってきて付き合わせただけです。17GB の調査が 12MB で済んじゃった。得した気分ですね。付き合わせた結果がこちら。866本のうち型が変わったのは306本、据え置きが560本でした。重みの精度を 35% も見直したんですね。モデルの構造そのものは変わってないんですか？変わっていません。
テンソルは866本のまま増減ゼロです。どこに何ビット配るかだけを変えています。使う方の種類は5種類から9種類に増えました。同じ骨組みのまま3分の1を配り直したんですね。そしてこの読み方が合っているかの検算です。306本の型の変化からファイルが何バイト減るはずかを計算すると3億6421万6320バイトの減少。実際のファイルサイズの差は3億6421万6480バイトの減少でした。ほぼぴったり。ズレはいくつですか？160バイトです。目次とデータを揃える余白の分ですね。17.56GB の差が型の入れ替えだけでほぼぴったり埋まりました。17ギガの話をしててズレが160バイト。気持ちよすぎます。これでここから見る306本の配り方はファイルの現物そのままです。では306本の中身です。役割ごとに増減を並べたらはっきりした共通点が見えました。生成の間、後まで残って使い回される重みは上げる。その場で使って捨てる計算の重みは下げる。後まで残る重みというのは例えばどんなものですか？会話の文脈を覚えておくキャッシュを作る重みや状態を持ち運ぶ部分です。この系統の5つの役割は5つとも上げでした。中でも状態の減衰を決める小さな重みが2種類あって、こちらは48層すべて例外なしの全部上げでした。48層全部ですか？徹底してますね。逆にその場限りの計算を担う3つの役割は3つとも下げ、そして計算の結果を次へ渡す出口の役割は上げています。残るものはプラス、その場限りはマイナス。きれいに分かれるんですね。はい。ただ例外が1つありました。掛け算の門に当たる役割が2つあって、片方は大きく上げているのにもう片方は下げています。きれいな法則だけで全部は説明しきれない。この残り方に場所ごとに測って決めた気配を感じます。そして配り方の妙が出ているのがここです。さっきの48層全部上げの2役割、合わせて96本は 4.50 ビットから 8.50 ビットへ、ビット幅をほぼ倍に引き上げられました。それで増えた容量は96本合計で 11.8 メガバイトです。96本も倍にしてたったの 11.8 メガバイト。一本一本はとても小さい重みなので、全部を最高クラスの精度にしても安く済むんです。一方で財源の方は大きな役割の33本を配り直すと差し引き381メガバイト浮きます。安いところに贅沢をしてお金は大物から持ってくる。聞くところにだけお金をかけてるんですね。でもどの重みが聞くところなのかってどうやって見分けるんでしょう？その見積もりに使うのが構成データです。モデルにお手本のテキストを読ませてどの重みがよく働くかを記録するインポータンスマトリックス、略して I マトリックスと呼ばれる道具ですね。この構成データの量もファイルの目次に記録されています。 V には45チャンク、 V3 は1251チャンクで 27.8 倍に増えていました。 27.8 倍。今回の更新で一番大きく動いた数字じゃないですか。見積もりの対象は496箇所で同じなので、見る場所はそのまま、見る量だけを 27.8 倍にした形です。306本の配り直しはそれだけ多くの材料の上に載っています。ここまでが現物から読める事実で、品質がどうなったかはこの後手元で測ります。その細かい見積もりで何を物差しにして型を選んでいるんでしょう？アンスロースの説明文書には物差しが2つ書かれています。1つ目は元のモデルの答え方からどれだけずれたかを表す数字で KL ダイバージェンスと呼ばれるもの。2つ目は独自のテストで構成には使っていない300問を伏せて用意して元のモデルと32トークン分同じ道筋をたどれるかを見るダイバージェンス300という数え方です。そして学習で重みを直すことはしていないとも明記されています。学習済みの重みを訓練し直さずにズレを測りながら層ごとのビット幅を選んでいく、すべて事後量子化、学習が終わった後の後処理だけだと書かれています。作り直す仕事だと思っていました。選ぶ仕事なんですね。ここからはうちの RTX3090 での実測です。アンスロース自身は KL ダイバージェンスは大きく改善した、ただし大きいサイズの量子化ではそれほどでもないと書いています。今回測る 17.56GB はどっち側なんですか？大きめの側ですね。作者の見立てでいくと差は小さめに出そうです。まず測ったのは4種類です。コードを書かせて実際にテストを走らせるヒューマン EVAL が164問、道具を正しく呼び出せるかのテストが150問、生成の速さが72問、算数の文章題の GSM8K が150問。条件は揃えてあるんですか？
毎回同じ答えになる温度0の決め打ちで、乱数の種は42に固定。品質の3課題は、文脈を覚える KV キャッシュを16ビットのまま、速度は文脈長8192で、KV キャッシュを4ビットに落としています。そして新旧を同じ機体の同じセッションで続けて測りました。日をまたぐと機体の調子そのものが動いてしまうので、そこが混ざらないようにしています。まず品質から3つともほとんど差が出ませんでした。高度は 98.17% と 98.78% で、結果が食い違った問題は164問中3問、道具の呼び出しは 91.33% と 92.00% で、食い違いは1問、算数は 96.67% と 96.67%、率までぴったり同じです。コードと道具は審判がわずかに上で、算数は同じ。これは差と呼べるんですか？検定にかけると3つとも P 値が 1.0 でした。この規模では偶然と区別がつきません。むしろ見どころは1の深さの方で、道具の呼び出しは150問中145問で、関数名も引数もバイト単位まで完全に同一。算数も146問は答えの数字まで同じでした。306本も配り直してモデルファイルのサイズも減ったのに、出てくる答えはほとんど同じ。すごい安定感ですね。食い違った1問がなかなか味わい深くて、氷を1キロと書かれた問題だったんですが、9番は物質の欄に水と書きました。審判は氷と書きました。審判の方が問題文をちゃんと読んでる。150問のうちの1問なのでたまたまかもしれませんけど、3つとも正答率が9割を超えていて、天井に近い状態です。この近くだと差があっても見えにくくなります。今回の課題と規模では違いは出ませんでした。動いたのはこちら。生成の速さは中央値で毎秒 33.63 トークンから 34.77 トークンへ、問題ごとに新旧の比を取るとその中央値が 2.6% 上でした。72問中62問で審判が速くて、検定の P 値は 0.0001 未満。まぐれでは説明できない差です。62問で同じ向きならこれははっきりしてますね。メモリも減りました。VRAM の使用量が 18,266MB から 17,860MB へ、406MB の節約です。ファイルが 2.03% 小さくなって速度が 2.6% 上がる。1トークン生成するたびに重みを読み直す仕組みなので、読む量が減った分速くなるという理屈と桁も向きも合っています。品質そのまま、ちょっと速くてちょっと軽い、地味に確実に嬉しいやつだ。仕上げに作者と同じ物差しでも測りました。16ビットの元モデルを基準にして、量子化板の答え方がどれだけずれたかを測る KL ダイバージェンスです。6万トークン分の文章を読ませて新旧で比べました。結果はどうでした？読ませる文章で向きが変わりました。19世紀の英語の小説では9番のズレが 0.0438、審判が 0.0470、元に近いのは9番で、沢シグマという物差しで 3.03、偶然では出にくい大きさです。あれ、新しい方がずれてる？文章をプログラムのコードに変えて同じ手順で測り直すと、9番 0.0118、審判 0.0112 で、今度は審判が近くなりました。こちらは 1.32 シグマの弱い差ですが、向きが入れ替わったんです。小説は9番が近くて、コードは審判が近い。得意分野がお引っ越ししてる？そう読むと筋が通ります。アンスロースは構成データをエージェント的なコーディングやチャットに向けて作り直したと書いています。読ませる文章をその向きに寄せたら、審判の方が元に近くなった。用途を想定して調整した後が数字の向きに出ていると見ています。そういえば小説とコードではズレの桁も随分違いますね。よく気づきました。コードのズレは小説の4分の1です。コードは次に来る言葉が決まりやすいので、量子化しても元からずれにくい。量子化の影響は何を読ませるかで4倍も変わる。これも今回測ってみて分かったことでした。量子化の話って読ませる中身の話でもあるんだな。まとめです。同じ名前のファイルが 364MB 小さくなっていて、中では866本中306本のビット配分が変わっていました。後に残る重みを厚く、そのバカ切りの重みを薄く、構成データは 27.8 倍。ルールの見えるメリハリの効いた配り直しでした。手元の実測では品質の3課題は据え置きで、速度が 2.6% 上がり、VRAM が 406MB 減りました。これから落とす人は今配られている審判をそのまま使う形で良さそうです。すでに9番で快調に動いている人は急いで入れ替える理由は薄いかもしれません。このあたりはご自身の使い方で選んでみてください。12MB の目次だけで
ここまで見えるんですね。先頭の 12MB に配り方の輪郭が詰まっていました。次に量子化モデルを落とすときは皆さんも目次を覗いてみてください。面白い発見があったらコメントで教えてくれると嬉しいです。この動画が参考になったらチャンネル登録で次の実測もお待ちください。また何か動いたらすぐ測りに行きましょう。みなとミントでした。バイバイ。